この本を読むだけであなたの人生がより豊かに変わります。日々のストレスや不安に振り回されていませんか？心を落ち着け、人生をより良くする方法を知りたいなら、悟りのプロセス、人生で前に進むための瞑想力の身につけ方がおすすめです。この本の著者は日本を代表するヨーガ行者成瀬正治さん。瞑想のプロセスを分かりやすく解説し、初心者でも無理なく実践できる方法を紹介しています。瞑想を通じて心を整えることで、人生のあらゆる場面で前向きな変化を起こすことができるのです。この動画では本書の重要なポイントを3つにまとめ、それぞれの実践方法や効果、私自身の感想も交えながら解説します。最後には具体的な応用方法もご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。ポイント1、悟りとは何か。多くの人が悟りと聞くと、修行僧やヨガの達人が到達する特別な境地を想像するかもしれません。しかし本書では、悟りは決して遠い存在ではなく、誰でも日常の中で体験できるものだと説かれています。著者の成瀬正治さんは、悟りを心が静まり本来の自分とつながる状態と説明しています。つまり悟りとは特別な力を得ることではなく、余計な思考や雑念を手放し、シンプルな心の状態に戻ることなのです。この考え方は現代の私たちにとって非常に役立ちます。日々の忙しさやストレスの中で、私たちの頭の中は常に何かを考え続けています。しかし考えすぎることで心が疲れてしまい、本来の自分を見失ってしまうのです。本書ではその解決策として瞑想を推奨しています。瞑想を通じて雑念を手放し、心を静めることで、私たちは日常の中で悟りの状態を体験できるのです。悟りと聞くと難しいものに感じていましたが、この本を読んで自分にもできるかもしれないと思えました。特に考えすぎないことが悟りにつながるという考え方は、現代人にとって大きなヒントになると思いました。ポイント2、瞑想の力とその効果。本書では瞑想が悟りに至るための重要なプロセスであると述べられています。しかし瞑想には悟りを開く以外にも様々なメリットがあります。例えば瞑想を習慣にすると、以下のような効果が期待できます。ストレスの軽減、心を静めることで日々のストレスが和らぐ。集中力の向上、余計な思考が減るため仕事や勉強に集中しやすくなる。感情のコントロール、怒りや不安といったネガティブな感情に振り回されにくくなる。直感が冴える、余計な雑念が減ることで本当に大切なことに気づきやすくなる。特に現代社会では情報があふれかえり、私たちの脳は常に刺激を受け続けています。そのため何もしない静かな時間を持つことは、心の健康にとって非常に重要です。本書では初心者でも簡単に始められる瞑想の方法が紹介されています。例えば1日5分静かに座って呼吸に意識を向けるだけでも十分効果があるとされています。実際にこの本を読んでから毎日5分間の瞑想を試してみました。最初は雑念が浮かんでしまいましたが、続けるうちに心が落ち着く感覚を得られるようになりました。特にストレスを感じた時に呼吸を意識するだけで気持ちが楽になることに驚きました。ポイント3、瞑想を日常に取り入れる方法。瞑想が大切なのは分かったけど、忙しくてそんな時間がない、そう感じる人も多いのではないでしょうか。本書では忙しい現代人でも実践できるように、日常生活の中でできる瞑想が紹介されています。例えば以下のような簡単な方法があります。
朝起きた時に3回深呼吸をする。通勤中に歩くことに意識を向ける。歩行瞑想。食事をする時に味や食感に集中する。食事瞑想。寝る前に目を閉じて一日の出来事を振り返る。このようにわざわざ時間を取らなくても日常のちょっとした瞬間に意識を向けるだけで瞑想の効果を得ることができるのです。また著者は瞑想は特別なものではなく習慣にすることが大切だと述べています。短時間でも毎日続けることで心が安定し物事を冷静に判断できるようになるのです。瞑想、座ってじっとするものというイメージがありましたが、本書を読んで日常の中で簡単に取り入れられることを知りました。特に歩行瞑想は通勤時間を使って実践できるので忙しい人にもおすすめです。印象的なエピソード紹介。悟りは突然訪れるものではない。本書の中で特に印象的だったのは悟りは突然訪れるものではなく積み重ねの中で気づくものだというエピソードです。著者の成瀬正治さんは長年の洋楽下りの経験を通じてある日突然雷に打たれたように悟りが訪れるという考え方は誤解であると述べています。多くの人は悟り、特別な体験だと思いがちですが、実際には日々の瞑想や気づきを積み重ねることで少しずつ心が変化し、ある瞬間にこれが悟りだったのかと理解するのだそうです。この話の中で著者は自身の体験を語っています。彼は若い頃何年も瞑想を続けていましたが何も変わらないと感じていたそうです。しかしある日いつものように瞑想をしていると突然自分の意識が広がる感覚を得たといいます。その瞬間悟りとはどこか遠くにあるものではなくすでに自分の中にあったのだと気づいたそうです。このエピソードからわかるのは悟りや心の成長は目に見える変化として突然現れるものではなく少しずつ積み重ねていくものだということです。続けることである日ふと気づく、これこそが悟りのプロセスなのです。このエピソードを読んで継続することの大切さを改めて実感しました。私たちは何かを始めるときすぐに結果を求めがちです。例えばダイエットや筋トレでもすぐに効果が出ないからやめてしまうということがありますよね。しかし成瀬さんの体験を読んで結果はすぐに見えなくても確実に積み重なっているのだと考えられるようになりました。私自身この本を読んでから毎日5分の瞑想を続けています。最初は本当に意味があるのかなと思っていましたが少しずつ心が落ち着く時間が増えてきました。もしかすると私もいつかこれが悟りだったのかと気づく日が来るのかもしれません。実践的な応用方法、瞑想を日常に取り入れる方法。本書では悟りを開くために日常の中で瞑想を取り入れることが重要だと述べられています。しかし瞑想、座って長時間行うものと思っているとなかなか習慣化するのは難しいですよね。そこで本書では日常生活の中で簡単にできる瞑想法が紹介されています。例えば次のような方法です。朝起きたら3回深呼吸する。一日の始まりを落ち着いた気持ちで迎える。通勤中に歩くことに意識を向ける。歩行瞑想。食事の時に味や食感に集中する。食事瞑想。寝る前に今日の出来事を振り返る。1分間の静寂。このように特別な時間を取らなくても日常の中で意識するだけでいいというのがポイントです。また著者は瞑想を習慣化することで心のブレが減り冷静に判断できるようになると述べています。この本を読んでから私も歩行瞑想
お試してみました。いつも通勤中はスマホを見たり、頭の中で仕事のことを考えたりしていましたが、今自分は歩いていると意識を向けるようにしたのです。すると周りの景色がよく見えるようになったことに気づきました。例えば今まで気にも留めなかった道端の花や鳥のさえずりが自然と耳に入るようになりました。そして何より会社に着いた時に朝からバタバタせず落ち着いているという感覚を得られたのです。この小さな変化が一日の過ごし方に大きな影響を与えると実感しました。瞑想は特別なものではなく、ちょっとした意識の向け方を変えるだけで日常が穏やかになることを実感しました。まとめです。悟りのプロセスを読んで、悟りとは特別なものではなく日常の中にあるということを強く実感しました。本書は難解な宗教的概念ではなく、私たちが日常生活の中で実践できる瞑想と思考の整理を分かりやすく解説してくれます。特に印象的だったのは、続けることである日ふと気づくという考え方です。すぐに結果を求めがちな現代人にとって継続が大切というメッセージは、仕事や人間関係にも応用できる深い学びでした。また瞑想の実践方法が具体的に紹介されており、初心者でもすぐに始められる内容になっている点も魅力です。この本を読んでから私自身も歩行瞑想や食事瞑想を試してみましたが、日々の心の落ち着き方が変わったと感じています。この本は以下のような方に特におすすめです。瞑想に興味があるが何から始めればいいかわからない人、忙しい毎日に追われ心を落ち着けたい人、悟りやマインドフルネスについて学びたい人、継続することの大切さを改めて知りたい人、シンプルな言葉で書かれているので、瞑想初心者はもちろん日々のストレスを軽減したい人にもぴったりの一冊です。悟りのプロセスは、悟りとは特別なものではなく日常の中にあるという考え方を教えてくれる一冊です。本書を通じて瞑想の力や継続の大切さを学び、日常の中で心を落ち着ける方法を実践できるようになりました。特に続けることである日ふと気づくという考え方は、瞑想だけでなく仕事や人間関係にも活かせる深い学びでした。瞑想や悟りに興味がある方はもちろん、忙しい毎日を過ごしている方にもおすすめの一冊です。特別な準備や難しい知識は不要で、今この瞬間に意識を向けるだけで日々の生活が変わります。この本を通じてあなたの人生にも新しい気づきが生まれることを願っています。